どうもこんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。私のコールサイン JR1CFP と言いまして、7メガの DX 大好きで、HF がもともと好きだったんですけども、子供の頃から無線をやりつつ30年近く前に再開しましてね、本格的にどんどんこうのめり込んでいったっていう、そんなことで本当にアマチュア無線大好きなんですけども、今日はTS990 このお話をですね実況前にして、JVC ケンウントの開発の責任者の鳥居さんにお話を伺えるということでワクワクしておりますんで、ぜひとも他で聞けないようなお話まで聞かせていただければと思ってますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。私 JVC ケンウントの鳥居と申します。今回 TS990 をですね、開発いたしまして、このようなですね機会をいただくことができまして大変光栄に思っております。ぜひ今日はお手柔らかにお願いします。大丈夫ですよ。とにかくまず気になるのはライバル機がいろいろある中で後出しになるわけですね。そうなると当然その素晴らしい性能を期待するわけですけども、そのあたりのまず開発の基本コンセプトから教えていただけますか。はい。そうですね、素晴らしい性能を期待されるってことがですねちょっとすごく重く感じられましたけど、この製品というよりもですね、ちょっとエピソードみたいなお話をしたいんですが、ハムフェア毎年ございますですよね。で私ども立っておりまして、2年ぐらい前に TS590 とか出しましてですね、で毎年言われることがありまして、今年も出てないのかという言葉をですね毎年いただきまして、非常にですね申し訳ない思いをしておりました。で590出した時もですね、HF 久しぶりどうですかっていうお話をさせていただいたんですけど、いや俺の待ってるのはこの機会じゃないんだよっていう言葉をいただきましてですね、やはり我々としてもフラッグシップですね、を何とかしなきゃいけないっていうのは、長年の思いがありまして、でようやくですね開発の機会を得ることができまして、今回作ったのがこの TS990 になります。でジョイさんが言われるように確かに私どもはですね、こういうフラッグシップ系に関しては現在においてはもう最高発ということになりますので、我々の最後の900番台といいますと TS950 がございますけど、リリースしてからですねもうすでに20年以上の時が経っています。その間いろいろ HF を出してきましたけど、やはり何を出してもですね、で次はっていうお話になりましてですね、その皆様のご期待にですね、応えるためにいろいろ研究開発を重ねてまいりまして、今回この製品をですね、作ることになりました。でフラッグシップっていうのはいろんな定義があると思いますけど、社内でもですねやはりいろいろな考えっていうんですかね、でどうしてもやっぱり最高級っていう言葉が一人歩きして、何でもその最高級じゃなきゃいけないというふうなイメージがちょっと一人歩きしている部分もあってですね、そうすると例えばパネルはですねダイキャストじゃなきゃいけないとかですね、あるいは例えばこれ非常に例え話ですけど、つまみが大理石じゃなきゃいけないとかですね、何か最高級っていう言葉だけがですね、一人歩きするとちょっと私たちとしては、何か確かにいくらいいものを出しても、少し身近なものではなくなってしまうっていうですね、危惧がありました。で今回の990に関してはやっぱりフラッグシップっていう名前にふさわしいようなやっぱり基本性能ですね、まずはやっぱり基本性能をちゃんと作るっていうところ、それから全体的なメリハリですね、ということでこういう製品にリーズナブルっていう言葉がふさわしいかどうか分かりませんが、お求めやすいって言ってはなんでございますけど、なるべくですね多くの方に使っていただけるような価格帯を目指して、でもやっぱりフラッグシップとしての基本性能は決して妥協しないと、そういうところで開発を進めてまいりました。ということは、私もその950を使ってましてずいぶん前にですね、待ちに待ってたわけですけども、その間いろんな機械を使いまして、で950のフルモデルチェンジ版という捉え方でいいんですかね。そこもですね、私たちは
何か製品を作るときに何かの次っていう考えはなるべくしないようにしようっていう、考えを持ってまして、ですからこれについては今の時代に求められているフラッグシップ、ということをですね一番最初の念頭に、置いて考えています。当然いろんなカバー範囲があると思うんですが、900番台を以前お使いの方からすればその時期型っていうんですか、そこを十分ですね、担えるような内容にももちろんしていこうと。で他社のフラッグシップをお使いの方からすればなんかすごい興味深い、機械が出てきたねというふうに思っていただけるように機械にすると、そういうふうな感じで作っております。ネーミングも面白いですよね。その930があり940があり、950があって、まあ普通だと960に行くのが990に行っちゃったと。この先を考えると今度は999なのか1000になるのか、1000だとどっかの会社だなとか思ったりするんですけどそういう意味では間が空いて、これぞという自信作で990ってなったんですかね。そこはですねちょっと開発秘話みたいなことになるかもしれませんけど、実はその590をですね、作った時にじゃあネーミングどうしようかっていう話になりまして、その500番台のその前の機種っていうと、これもちょっと10年以上前になりますけど570っていうのがありまして、で500番台もですねだいぶ間が空いておりますので、580にするとちょっとその時代の流れからすればですね10番というのは20番ぐらい進んでるんじゃないのかということで、実はあれは590っていう名前にしました。で590っていう名前を決めるときに当然ですねこの上位機種はその90で揃えるわけなんで、まだその時ははっきりしてなかったんですが、もし900番台作ったら990になっちゃうじゃんと、そうすると、次がないねっていう話にもなりましたけど、そんな先のことまでね、考えるべきかどうかっていう議論もありまして、ある意味ですね590っていうネーミングが決まった時に、890なのか990なのか分かりませんけど、その上位機種もですね、自動的に決まったようなですね、感じがあります。もちろんその990のネーミングを考えるときにそれだけなくていろんなことをですね、社内で検討しまして、とにかく990にしましょうということで、意見が一致しました。私自身はその自動車雑誌を作ってまして、開発の方といろんなお話をするときにですね、まずそのコンセプトともう一つはそのライバルといいますかね、あるいはベンチマークといいますか、それは何だったんでしょうというところからお話をお伺いすることが多いんですね。でその方が非常にイメージとして分かりやすいと。で当然無線やってる人は、アイコム八重洲さんのフラッグシップがあるんで、そことがベンチマークになっていくのかなというふうに考えるんですが、そういう意味では性能比較とかというものもライバル機は随分研究なさったんでしょうか。そのあたりの話をですね、詳しくしてしまいますと、ある意味企業秘密みたいなところにですね、なってしまうかと思うんですが、おそらくですね他社さんでどのような開発をされているのかちょっと私は分かりませんけど、多分その新製品の開発っていう点においてはですね我々無線業界だけじゃなくて、どの業界でも一緒だと思うんですけど、類似する製品のですねいろんな仕様を調べたりとか機能を調べたり、あるいは性能を調べたりしてですね、横並び表みたいなものを作って、比較していきながらっていう作業は弊社だけじゃなくていろんなメーカーさんがやっておられるんじゃないのかなと思います。当然その製品の比較だけじゃなくてですね、とにかくそんな矢継ぎ早にですねものを出していける時代でもありませんので、時代はもうどんどん進んでます。無線のやり方もどんどん変わってますので、そういう実際にどういう無線のやり方が今されているのかとかですね、そういうところも全部合わせて、調査して、仕様を決めてまいりました。こうやって拝見しますとまずサイズなんですけど、他社の機械と、そう大きい差はないですよね。そういう中ではサイズの決め方っていうのは何かこだわりがあったんでしょうか。ですね、900番台っていうよりも当社の500番台とかですね、2000にしてもそうなんですけど、大体クラスの製品ですとパネルの縦横のですね、サイズが大体同じで、奥行きがちょっと違っているようなですねそういうクラスの製品もございますが、
この一番そのフラッグシップクラスのですね製品っていうと原告紙ではもちろんございませんので、ですからその大きさの基準というのがですね、特にないといえばないんですね。これだけの内容をですね、一つの筐体に入れようとしたときにはやっぱりそれなりのですね、体積容積が必要になってきます。からもちろんその中身だけじゃなくて操作性ですね、それを勘案したときに必要な面積とかですね、つまみとかですねの数ですね、そういうものが決まってきます。ですからいろんなその機能だとか基本性能とか考えていく中で、じゃあこれはその回るつまみにしようとか、これは押しボタンにしようとかですね、そういう検討をしております。で今回一番大きなその特色としては、こちらにありますですね、TFT のディスプレイですね。メイン画面が7インチでサブ画面が 3.5 インチのカラー TFT ディスプレイを使ってますけど、ある意味ですねこの大きさが全体の大きさを決めたっていう感じはそういうふうな言い方してもですね、差し支えないんではないのかなと思います。で最初はやはり例えばその TS950 のですねサイズがございますけど、950をお持ちの方で、買い替え需要の場合にですね、それより大きくなると例えばその棚に入んなくなってですね、お困りになる方がおられるかなと思って、まずその TS950 のサイズで7インチのディスプレイをちょっと当てはめてみてですね考えてみたんですが、残念ながらつまみがですね乗らないんですね、あぶれてしまうっていうか。でそのこういう TFT のパネルを使いますものですから、タッチつまみにすればいいじゃんっていう意見もあったんですね。タッチスイッチって言いますかですね。ただ私としてはDX をやるときとかコンテストの時とかですね、やっぱりちょっとその、クリック感のないスイッチっていうのがどうしても本当に大丈夫なのかなと、やっぱりその押した時にカチッっていう感じですね、こういう感じをやっぱり非常に大事にしたいなっていう思いがあってですね、ここを見ますとなんかいかにも押せそうなデザインで並んでますけど、横にスイッチを設けまして、このカチッというスイッチで押すということで、タッチパネルを使ってここの中にいろんなものを集約させてですね、でパネルの面積を稼ごうとかっていう考えはですね、全然なしで作ってます。で結果的にその他社さんにあるような機能だとか、あるいはそのお客様がですねお望みのような機能だとかいろいろ勘案していった結果ですね、最終的にはやっぱりこのくらいのサイズの大きさじゃないと、十分操作性がいいっていうふうな状態でつまみの配置ができないなということで、このサイズに決定いたしました。そういう部分ではあれですか、このサイズが決まり、つまみの配置とかをいろいろ決め、このディスプレイのサイズが大きいですから、デザインという部分では相当いろんな検討をされてるわけですか。そうですね、このクラスの製品っていうのは、設計スタートしましょうって言ってから全部を開発してもとても間に合いませんので、デザインについてはですね、デザインだけのちょっと基礎検討をやりましてですね、ちょっとその今後のケンウドの HF のそのデザインテイストっていうんですかね、そういうものをちょっと一回おさらいをして、その上でですね、この990のデザインを決めております。590のデザインとですね、なんとなく似てるなっていうふうなイメージをお持ちだと思うんですけど、決してこれ590を真似して990ができているわけじゃなくてですね、実はその2つのベースになる基本的なデザインをですね実は作っておりまして、そこから展開していった形がですね、590であり990であるというふうな流れになっています。その他ですね、そのいわゆるコンセプトの部分でこだわりがいろいろあったと思うんですけども、鳥居さんならではというかケンウッドならではというかですね、そういうそのこだわった部分っていうのはどこになるんでしょうか。そうですね、こだわりっていうかその全体がこだわりみたいなのかもしれない。まずはやっぱりその900番台を作るんだっていうところじゃないんですかね。本当に前回が20数年ぶりっていうことで、なんかケンウッドはもう HF なんかやめたんじゃないのかみたいなね、お話があったみたいな話も聞いたんですけど、その間ずっと私は HF の開発しておりましたんで、ただやっぱりそのどういう製品出してもですね、やっぱり900番台いわゆるフラッグシップ系っていうのは皆さんお望みだということで、やっぱりどうしてもそのいろんな社会情勢だとかありますけど、
そういうことはですね確かにあるんでしょうけど、でもいつかやっぱり900番台を出すんだっていうのが一番大きなこだわりといえばこだわりかもしれませんですね。でその中でやっぱりその基本性能だけは、ちゃんとしっかりしたものを作りたいというものがあると、それからやっぱりその魅力的な商品に仕上げたいっていうのがあってですね、そういうものが混然一体になったところがですねこだわりかなと思います。そうするとその、やりたい性能、作り上げたい性能に対して、お値段っていうのがあると思うんですけども、そういう時って開発の時はおおよそのその値段のターゲットっていうのが決まってるもんなんですか？これもちょっと企業秘密になるかもしれませんが、当然その着手段階でどういうふうな価格帯なのかっていうのはですね、もちろん前提条件じゃないですけどあります。だからやっぱり幅を持っております。で私がですね企画の担当者あるいは営業さんに、言ってきたのは、50万円だとですね、皆様がお望みの機能はまず入らないよと。だから100万円だといろんなことが入るかもしれないけどちょっとお求めにくいんじゃないのかなと、この2つがちょっとキーワードじゃないのかなと、でその中で、実際のターゲットプライスが決まっていったと、そういうふうな流れがございます。この機械は、無線っていうのは、ほとんど世界共通ですよね。で何か違うところってあるんですか？アメリカ仕様、ヨーロッパ仕様、日本仕様とか。はいですね、基本的に HF の製品なんで、VU の製品ですと例えばそのレピーターシフトだとかですね、そういうところはもう各市向けで地方っていうヨーロッパとアメリカと日本で違うとかってありますけど、 HF に関してはですねあんまり大きな違いはないんですね。ところがこの製品の場合には電源を内蔵しております。ということでその電源に関しては日本とアメリカとそれからヨーロッパで電圧が違うものでございますから、そのあたりで違いが出てくると。で大まかなその、アンテナからスピーカーまでのところについてはですね、ほとんど差はありません。であとその、各国で取らなければいけない規格がございましてですね、日本ですと技術適合基準、それからアメリカですと FCC とかですね、それからヨーロッパだと RNTT っていう地域ごとの規格がございますので、それぞれにミートするように設計をしております。今コンセプトをいろいろお伺いしてですね、非常にワクワクしてきたんですけども、とにかく我々気になるのは多分ですね、ケンウッドならではのそのクリアな音作りどうなったのかな、だから受信性能どうかなということがとても気になるんですけども、それは次のパートということでよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。